おはようございます。今日はねちょっと暗い時間からなんですけれども、天の川がね結構綺麗に出ていたので、今日はちょっと上まで上がってきて少し天の川撮影をして、トワイライトの時間、そして朝焼けの時間をねこれから撮影していこうと思います。この辺りは針葉樹がね多くて、オオシラビソがねある、すごくね心地のいい場所なんですけれども、もう5月にはなるんですけれども、今年はたくさん雪が降ったので結構、たくさんの雪が、ね、残っているので、この雪の状態と、あとはそこに生える針葉樹と、朝焼けの様子をね撮影していきたいと思います。じゃあちょっとこのトワイライトのね綺麗な時間を、撮っていきたいと思います。すごい綺麗です。夜と朝の境界線にうっすらと天の川が浮かびます。今回は久しぶりにニコン ZF を持ち出して撮影してみました。次第に明るくなり、天の川が薄れていく中、針葉樹林のシルエットが白明の空を貫きます。今日はですね、そんなに深夜は雲がなかったんですけれども、徐々にね西からこう雲が入ってきて、こんな感じのどんよりとした雲が、覆ってきてますね。ただ東の空はそんなに朝日を妨げるような雲っていうのはですね、ないので、若干あるんですけれども、この上空の雲が焼けるのには十分な空が空いているので、もしかしたらこの雲がねいい感じに焼けてくれるかなというところですね。もうちょっと高いところにあるね高層雲とかだといいんですけれども、でもこのぐらいのボリュームで少し焼けたりすると非常に綺麗だと思うので、ちょっとそれを期待しながら、周りの木々たちの様子とかをですね絡めて撮っていきたいかなと思います。ということで、こちらで撮れる写真はこんな感じです。枯れた枝先は物寂しさを感じさせますが、朝焼けの空を重ねることで炎を灯し、力強さを表現しました。今度はですねちょっと望遠レンズを使っているんですけれども、この下の針葉樹のシルエットがねすごく綺麗なので、下にこの針葉樹のシルエットを入れて流れてくる雲ですね、割と速いスピードで流れているので、ちょっと流してあげたいなと思ったので ND64 というね原光フィルターをつけて少し雲の動きを表現しています。ちょっと風もあったりするので、針葉樹がこう長秒で揺れたりするのが心配だったんですけど、そんなに影響なさそうだったので、いくつかこちらでもね撮っていきたいと思います。もうちょっとで空が焼けてくるかなと思いますので、ちょっとその焼けも使って撮れればいいかなっていう感じですね。はい、ということでこちらで撮れる写真はこんな感じです。残念ながら日の出とともに雲が覆ってしまい、朝一の光は得られなかったため、少し待って様子を見ることにしました。さっきまでねちょっとこう薄い雲にね太陽がかかってたんですけど、今ようやくねその上をね抜けて出てきましたね。すごく綺麗です。そんなに爆焼けっていうのはなかったんですけれども、今になってねちょっとずつ空が優しく焼けてきているので、ちょっとそれをね撮ってます。でこの手前の、ね、針葉樹がすごくいいトリオがねいましたので、この3体を前景に添えながら奥に針葉樹があって、遠くの山々、そして太陽という感じでやっていきたいなと思います。なんかサンピラーみたいなの出てますね、上の方にすごいな、なんか珍しい、この時期としては珍しいんですけれども、本当に綺麗、めっちゃ綺麗だなすごっ。はい、ということでこちらで撮れる写真はこんな感じです。今回ニコンで使用できるクラウドピクチャーコントロールのレシピを使用してみました。新しいフレキシブルカラーでは自身でカラーグレーディングしたものを適用できるので、今後試してみたい内容でとても楽しみです。
だんだん太陽が上がってね、周りの様子が見えてきたんですけれども、今日はね、少し山の方にね、もやが漂っていて、そのもやによってね、山のこう美しいレイヤーができて、すごくね、綺麗なグラデーションをね、作っていますね。手前から奥にかけて淡くこう山の姿が溶けていくような感じで、すごく綺麗なので、ちょっとここはまた望遠レンズを使って、奥の方をね、切り抜いていきたいと思います。ちょっと今回は GFX の 100S2 というね、1億画素を使ってちょっとクロップしなきゃいけないっていうところもあるので、こちらのカメラと望遠レンズを使ってやってます。ところどころね、こう電柱っていうかね、鉄塔みたいなものも見えるんですけれども、人工的なものにはなるんですけど、こういった自然の中にそういった鉄塔が立ってたりするのもすごく私は好きなので、それもさりげなく入れ込めたらいいかなというふうにね、思ってます。日が昇るとあっという間にね、明るくなってしまうので、特にこの夏にかけてはすぐに太陽が高くなるのでね、なかなか忙しかったりするんですけれども、今日の朝はね、すごくいい朝でしたね。ということで、こちらで撮れる写真はこんな感じです。徐々にね、太陽も上がってきたので、ちょっと、白黒写真をね、今はね、撮影をね、しています。この ZF を使って撮ってるんですけれども、ニコンの中のディープトーンっていうピクチャーコントロールがあるんですけど、これがすごく、好きでですね、特にこう、夕暮れ時とか、こう、朝のね、早い時間帯の柔らかい光の時に撮るこのディープトーンっていうのはすごく雰囲気が出て好きなんですけれども、ちょっとこれをね、使いながら色々とね、撮っております。先ほどもちょっと言ったフレキシブルピクチャーコントロール、あれがね、めちゃくちゃ良くてですね、カラーグレーディングとかもできたり、自分で、作ったりすることもできるので、今後はそういったこともですね、ちょっとやりながら今年は楽しめたらいいかなと思うので、またそんな動画もお届けできればいいかなというふうに思います。最後はですね、このディープトーンっていうね、白黒を使いながらいろいろ見ながらですね、足元のこういった小さい落ちたね、葉っぱとか枝とかそういったものも捉えたりとかしながら、終わりたいかなと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた。